私のチャンネル日本物語へようこそ。本日は皆様に、という物語をお話しします。侍と宇宙の霊魂。東京の寒い雨の夜、25歳の若き侍、中村武氏は、主君からの任務を終え、帰路についていました。時刻は深夜11時を過ぎ、雨が降りしきる中、彼は古い寺の近くにある狭い路地を歩いていました。寺の周囲は約500メートルにわたって静まり返り、雨音だけが響き渡ります。街灯の薄暗い光が濡れた石畳に反射し、不気味な雰囲気を醸し出していました。その時、武士は白い着物を着た女性が雨の中をさまよっているのに気づきました。彼女の名前は雪。着物はびしょ濡れで、足元は裸足、長い髪が顔を覆い、まるで魂が抜けたかのように歩いています。武士は彼女に声をかけましたが、返事はありません。ただ、助けを求めると小さくうなずいた彼女の声は、かすかに震えていました。武士は彼女を寺の中へ連れて行き、雨をしのごうとします。雪が寺の中に入ると、武士は彼女の手首に薄い血の跡があることに気づきます。距離にして約1メートル離れた場所からでも、その赤みが目に入りました。どうしたんだと尋ねると、雪は首を振って帰れない、とだけつぶやきます。武士は、彼女が何かに追われていると直感しました。彼には特別な能力妖怪や霊魂を見る力があり、雪が普通の人間ではないことを即座に察知します。その瞬間、闇の中から低い声が聞こえてきました。その女を助けるな。後悔するぞ。武士の背筋に冷たいものが走ります。彼は生まれつき音の色盲という障害を抱えており、高低の音を区別できません。しかし、その代わりに危険を感知する鋭い直感が働きます。寺の外で何かが動く気配を感じた武士は、雪を守る決意を固めます。雪を安全な場所へ連れて行こうと、武士は寺の門をくぐり抜け、約2km離れた山中の隠れ家を目指した。夜は深く、冷たい雨が容赦なく降り注ぎ、松の木々が風に揺れて不気味な音を立てていた。武士の手には一本の太刀が握られ、その葉は濡れた鞘の中で静かに眠っているようだった。雪の手を引く彼の足取りは確かだったが、心の奥底には暗闇への言い知れぬ不安が潜んでいた。二人は古びた山道を進んでいたが、突然、闇の中から黒い影が浮かび上がった。それは一団の侍たち、かつて主君に忠誠を誓いながらも裏切り、反旗を翻した者たちだった。彼らは雪を追っており、その目的は不明だったが、殺意に満ちた目が雨に濡れた闇の中で鋭く光っていた。リーダーらしき男が低い声で叫んだ。その女を渡せ。しかし、武士は答えず、ただ雪を背にかばうように立ちはだかった。戦闘の幕開け。次の瞬間、裏切り者の侍たちが一斉に刀を抜き、武士に襲いかかった。雨音が戦いの響きと混じり合い、刀の刃がぶつかり合う鋭い金属音が山あいにこだました。武士は卓越した剣術で応戦した。彼の太刀はまるで生きているかのように動き、敵の斬撃を正確に受け流し、隙をついて反撃に転じた。一人の侍が武士の左側から切りかかってきたが、彼は体をわずかに傾け、敵の刀をかわすと同時にその喉元を一閃。鮮血が雨に混じって地面に流れ落ち、男は声もなく倒れた。だが、その時、武士は異変に気づいた。倒れた仇の目が、常人とは異なる赤い光を放っていたのだ。他の侍たちも同様に、瞳が炎のように揺らめき、まるで何かに操られているかのようだった。妖怪の仕業か、武士は瞬時に悟った。日本の古い伝承には、邪悪な妖怪が人の心を乗っ取り、操るという話が数多く存在する。雨の夜、妖怪の力が強まることは、武士もよく知っていた。雪の告白。戦いの喧騒の中で、雪が震える声で口を開いた。私、幽霊、なの、その言葉に、武士の手が一瞬止まった。彼女は続けた。昔、邪悪な妖怪に呪いをかけられて、魂を縛られたの。このままじゃ、私もあいつらみたいになる。呪いを解くには、寺で清めの儀式をしなきゃいけない。彼女の声は儚く、悲しみに満ちていた。その瞳は雨に濡れ、まるで消え入りそうな灯火のように揺れていた。
武士の心は激しく揺れた。彼は幼い頃から、暗闇や得体の知れないものに怯える性質を持っていた。妖怪や幽霊の存在は、彼にとって恐怖そのものだった。だが、雪の悲しげな瞳を見つめるうちに、その恐怖は別の感情に変わっていった。彼女を救いたいその一念が彼の胸に燃え上がったのだ。決意の葉。再び敵が襲いかかってきたが、武士の動きは一層鋭さを増していた。彼は雪寄せに守りながら、太刀を振るった。一人、また一人と裏切り者の侍を切り倒し、その度に赤く光る目が闇に消えていった。雨は彼の額を流れ、血と混じり合って頬を赤く染めた。それでも、彼の視線は揺るがなかった。雪を救うためなら、妖怪だろうと何だろうと立ち向かうその決意が彼の歯を導いていた。戦いが終わり、静寂が山道に戻った時、武士は雪の手を再び握った。寺に戻るぞ。呪いを解くんだ。彼の声は低く、しかし確固たる響きを持っていた。雪は小さくうなずき、二人は雨の中を寺へと急いだ。夜はまだ深く、妖怪の影がどこかに潜んでいるかもしれない。だが、武士の心には、もはや恐怖だけではなく、彼女を守るための強い意志が宿っていた。この物語では、侍の戦闘シーンを詳細に描写し、刀の動きや緊張感を強調しました。また、妖怪や幽霊といった日本の伝統的な要素を取り入れ、雨の夜という舞台設定で不気味さと神秘性を高めています。武士の内面の葛藤、暗闇への恐怖と雪を救う決意を丁寧に描き、感情的な深みを加えました。自然な流れで読者が物語に引き込まれるよう、接続詞や文法にも配慮しています。隠れ家へ向かう道すがら、武士と雪は再び古びた寺へと足を踏み入れた。清めの儀式を行うためである。寺の内陣には苔むした仏像が静かに佇み、薄暗い灯籠の明かりが揺らめいていた。線香の香りが漂う中、二人は急いで準備を始めた。儀式に必要な時間は約30分。雪は武士の指示のもと、呪文を唱える準備を整え、武士は刀を手に寺の周囲を見張った。風が木々を揺らし、不穏な気配が空気を満たしていた。その時、寺の重厚な門がきしみながら開き、武士が忠誠を誓う主君、佐藤義孝が姿を現した。40歳のこの冷酷な領主は、鋭い眼光を放ち、手に握った刀を静かに下げていた。彼の声は低く、威圧的だった。その女を渡せ。彼女は私のものだ。その言葉に、武士の心臓は一瞬止まったように感じられた。主君の背後には、黒い影が揺らめき、赤く光る瞳が闇に浮かんでいた雪を呪った妖怪だ。信じがたいことに、主君までもがその邪悪な力に操られていたのだ。武士の手が震えた。主君への忠義と雪を守る使命の間で、彼の心は激しく揺れ動いた。主君、なぜとつぶやく声は、風にかき消された。だが、雪が怯えた目で武士を見つめるのを見た瞬間、彼の迷いは消えた。ゆっくりと鞘から刀を抜き、武士は主君と対峙した。主君を救うためにも、私は戦わねばなりません。その言葉は自分自身に言い聞かせるようでもあった。刀が交錯する音が寺の静寂を切り裂いた。刃がぶつかり合うたびに火花が飛び散り、寺の太い柱に深い切り跡を刻んだ。木片が飛び、床に散らばる。外では雨が激しく降り始め、屋根を叩く音が戦いの鼓動と重なった。風に乗った雨粒が屋内にまで吹き込み、濡れた畳の上を二人の足音が響かせた。主君の動きは尋常ではなかった。妖怪に操られたその剣筋は異様な速さと力を帯び、まるで人間のものとは思えなかった。武士は息を整え、霊魂を見る力を研ぎ澄ませた。主君の背後に潜む妖怪の本体を見極めるためだ。主君、お目覚めください。と叫びながら、彼は攻撃をかわし続けた。しかし、主君の目はうつろで、妖怪の呪縛に囚われたままだった。武士の額に汗が流れ、心臓が高鳴った。忠義を尽くしてきた主君と歯を交える苦しみが、彼の胸を締め付けた。やがて、武士は妖怪の確信を見抜いた。主君の背後に揺らめく影、そこに邪悪な力が宿っている。武士は最後の力を振り絞り、刀を握る手に力を込めた。一瞬の隙をついて飛び上がり、
主君の背後へと剣を突き立てた。歯が妖怪の核を貫くと、耳をつんざくような悲鳴が響き、黒い煙が渦を巻いて立ち上がった。妖怪は消滅し、主君はその場に膝をついた。妖怪が滅びると同時に、主君の瞳に正気が戻った。彼は呆然と武士を見上げ、何が起こった、とかすれた声でつぶやいた。武士は刀を鞘に戻し、雪の元へ急いだ。儀式はすでに終盤に差し掛かっており、雪は最後の呪文を唱え終えた瞬間だった。寺の内陣に淡い光が満ち、雪の体がふわりと浮かび上がった。彼女の呪いは解け、魂が清らかな輝きとともに解放された。雪は静かに微笑み、武士に小さくうなずいた。だが、武士の心は晴れなかった。主君が妖怪に操られていた事実が、彼の胸に重くのしかかっていた。主君、なぜ、こんなことに、と、言葉にならない思いがこみ上げた。主君は目を伏せ、私も知らぬ間に操られていた。許せと詫びた。しかし、その言葉は武士の傷を癒すには至らなかった。雪を守り、呪いを解いた勝利の裏で、主君への信頼は砕け散り、裏切りの痛みだけが静かに残った。儀式が終わり、雪の魂は解放されます。彼女は消える前に武士に微笑み、ありがとうと囁きます。しかし、彼女は霊魂として武士のそばに留まることを選び、彼を守る存在となります。武士は主君を許すか、それとも新たな戦いを始めるか、決断を迫られます。雨が止み、寺の外で静寂が訪れる中、彼は初めて暗闇への恐怖を克服した自分を感じます。未来への希望が、かすかな光となって彼を照らします。侍と宇宙の霊魂は、武士が恐怖、裏切り、忠誠の間で葛藤しながらも、勇気と正義を選び、希望を見出す物語です。この物語から、私たちは困難に立ち向かう強さ、倫理的な判断の大切さ、そして自己を受け入れる力を学びます。武士と雪の旅路は、読者に深い感動とともに、人生における普遍的な教訓を伝えています。